皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、まだまだ寒い日が続くので、牛肉の美味しさが溢れ出すお手軽ビーフシチューの作り方を紹介させていただきます。マジで今回のレシピ、市販のルーとか使いません。冷蔵庫に余ってそうなケチャップとウスターソース、赤ワイン、これさえ用意できれば超簡単でマジで牛肉の旨味が広がる20分ほどあったら完成しちゃう絶品のビーフシチューなんで、そして牛肉の使い方もポイントで、安いねお肉でもめちゃくちゃ柔らかくジューシーに仕上がる方法なんで、マジで作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちらすき焼き用の牛ロース 300g から 500g ぐらいあれば OK です。今回 500g 用意しました。ちょっとねプチ贅沢したかったんで和牛の牛ロースです。もちろんね全然普通の安いやつでね OK。このスライスされたものを使うのがポイントです。はい、一緒に加える具材は、じゃがいも2つ、玉ねぎ、大きければ半分、ちっちゃいものなら1個ぐらいいってください。そして、しめじ1パック。味付けに使うのが、これ混ぜ合わせてあるんですが、ウスターソース 100g、ケチャップ 100g、赤ワインが2カップ、360cc ですね。ちょっと赤ワインだけね、なかなか家に常備してないかもしれませんけど、安い赤ワインでいいんで、ぜひ買って作ってみてください。もうあとは簡単に揃います。小麦粉大さじ2杯、バター 20g。あとちょっとね、お肉の下味をつけるのに塩コショウを少し使います。材料は以上です。まずはじゃがいもですね。ホクッと柔らかくするのにはね、時間がかかるんで、今回はレンチンして先に柔らかくしておきます。まずね、皮を剥き取ってください。はい、じゃがいも、皮を剥き取ったら、食べやすい大きさにコロッと切り分けてください。8等分ぐらいでいいかな。これぐらいのコロッとした一口サイズに切り分けて、電子レンジにかけても OK な耐熱皿にまずはね、のしてください。じゃがいもはレンチンしてあらかじめね、火を通しとくことで、ほんとあっという間に美味しいビーフシチュー作れるんで、こんな感じでコロッと切り分けてくださいと。はい、そしたらね、ふんわりとラップをかけて、600ワットでだいたいね、5分から8分ぐらい様子を見ながらレンチンして火を通してください。はい、レンチンしている間に他の具材も準備していきます。玉ねぎは適当で構いません。くし切りにしてバラバラにしといてください。はい、こんな感じね。よっこいしょと。あとはバラバラにして、ボウルなどに入れて用意しといてください。はい、こんな感じでね、1枚ずつ剥がしておきます。お次はしめじ。これもね、石突きを取り除いて、バラバラにほぐしておく。はい、こんな感じで石突き落としたら、もうバラバラにほぐしておいてください。多少ね、固まってても問題ないんで、こんな感じにしときます。はい、そして、今回の最大のポイントよ。牛肉。こちら、適当に広げていただいて、端っこの方からくるくると巻いて、筒状にしてください。ある程度食べ応えを出したいので、2枚重ねとかで OK。こんな感じの、まずは筒状にしちゃいます。よいしょ。ちょっと、小増しな和牛買ってきたからめちゃくちゃうまそうやな。ほんとね、このスライスされたすき焼き用とかのね、薄切りのお肉を使うことで、めちゃくちゃ柔らかくて食べやすく、さらにボリューム感も出てね、食べ応えもアップするんで。はい、こんな感じで、もう適当に筒状に、まずは丸めちゃってください。シチュー用とかの塊のブロックの肉を切ってもいいんですけど、あれだとね、柔らかくホロホロになるまで煮込もうと思うと、結構時間かかるんで、この薄切りタイプのお肉をくるくると丸めて棒状にすることで、めちゃくちゃ食べやすくてほんとね、柔らかく感じますし、美味しく仕上がるんでおすすめ。はい、こちら牛肉を筒状に丸めたら、食べやすい一口サイズにカットしてください。こんな感じね。この薄切り肉を丸めることで、
ほんと口どけがよくめちゃくちゃ食べやすくなるんで、とりあえずコロッと一口サイズに丸めちゃいます。はい、筒状に丸めて一口サイズにカットしたお肉。軽くね、表面に塩コショウしておいてください。ちょっと塩コショウでね、味をつけとくと、ほんと美味しく仕上がる。はい、コショウもパラパラといっときますかい。はい、オッケー。これで牛肉の準備完了。はい、じゃがいももレンチンしてきました。こういうね、串や楊枝を突き刺してスッと入る程度に火が通れば OK。今回だいたい5分ぐらいでした。もうホクッと柔らかくしておいてください。お次はフライパンに油をなじませ、中火で温めてください。そして、一口サイズに切っておいた牛肉。これね、表面だけで構いませんので、香ばしく焼いちゃいます。後ほど煮込んでいくので、表面だけ軽く焼き色をつける感じで OK。コロ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 転がしながらね、全体的に焼き色をつけてください。はい、こんな感じですね。軽く表面が香ばしく焼けたら、もう中まで火は通ってなくて OK なので、一旦フライパンから取り出しておきます。これ切り分けたお肉全部焼いておいてくださいね。こうやって薄切りにした肉を一塊にして、軽く表面焼いとくと、全体的にひっついてばらけにくくなるので、まずは牛肉、コロッと切ったやつ、フライパンで焼いちゃいます。はい、よっと。はい、こんな感じですね。牛肉の表面を香ばしく焼いて固めておく。この後煮込むんでね、中まで火は通ってなくて OK。表面だけ香ばしくです。そしたら、フライパン続けて使います。この牛肉から出てきた油が美味しさのポイントなんで、このまま使ってください。今回すき焼き用の牛ロース使ってるんで、たっぷりにじみ出てますわ。まずは玉ねぎ。弱火で構いません。牛肉から出た美味しさを吸わせるようにしっかり絡めながら半透明になるまで炒めてください。はい、こんなもんすかね。まあ、1分ぐらい混ぜながら炒めると表面が半透明になってきます。そしたらお次はしめじ。はい、しめじがしんなりしてくるまでしっかり牛肉の美味しさを絡めながら炒めます。はい、こんなもんかな。しめじを加えて1分ほど炒めるとしなっとしてきますので、ここでじゃがいも。はい、これもね、バラバラにほぐしながら、1分ほど炒め合わせる。はい、全体的に牛肉からにじみ出た美味しさが馴染んだら、片栗粉。はい、こちらちょっと広げて入れていただいて、粉っぽさがなくなるまで、しっかり混ぜ合わせて、炒めてください。はい、全体的に小麦粉を絡める感じ。はい、OK かな。小麦粉の粉っぽさがなくなり、全体的に絡んだら、先ほどね、最初に合わしといたこのケチャップ、ウスターソース、赤ワイン。この合わせ調味料をすべて入れてください。ほんとね、ケチャップとウスターソースと赤ワインだけで、ガチで美味しくなるんで、もう市販のルートがほんといらん。はい、あとはこのまま弱火で構いません。だんだん火が入ってくると、とろみがついてくるので、はい、焦がさないように優しく混ぜながら、とろみをつけてください。はい、こんな感じですね。煮立ってくるとともに、とろみがついてきますので、このとろみがつくと焦げやすいんで火力をとろ火に落としてください。ここへ先ほど表面を焼き固めておいた薄切り肉をね、丸めた牛肉をすべて入れちゃいます。よっとー。はい、お肉を入れたら、ほんと焦げやすいので、優しく混ぜながら、このままね、5分ぐらい焦がさないように気をつけて、ほんと火力とろ火ね、強すぎると真っ黒に焦げちゃうんで気をつけてくださいね。はい、そこから優しく混ぜながら、全体的に火を通し味をなじましていきます。5分ほど煮込めば完成なんでね。はい、こんな感じで。あんまり力いっぱい混ぜると牛肉バラバラになるんで気をつけてください。まあ多少崩れても全然問題なし。はい、だいたいね、焦がさないように弱火で優しく混ぜながら5分ほど煮込むと赤ワインのアルコールも飛んじゃいます。ここでちょっと味見してください。うまい。
この味見した時にまだアルコールが飛んでないなと思ったらもうしばらく煮てください。そしてあとは自分好みに軽く塩コショウで味を整えます。お使いになるケチャップやウスターソースでね、多少味わいが変わってくるので、自分好みに塩コショウで味付けしてください。あんまり入れすぎると辛くなっちゃうんで気をつけてくださいね。結構ケチャップやウスターソースの味がついてますんで、もう軽くで OK。はい、そして全体的に煮込んで火が通ったら最後仕上げ。はい、火を消してください。この火を消したところにバターを加える。こいつがマジでやばい。はい、あとは余熱を使ってバターを全体的にね、溶かしながら広げてください。もうこれで完成。ほんとね、市販のルーがなくても、ケチャップともう家の冷蔵庫に余ってません？ウスターソース。あと赤ワインさえあればめちゃくちゃ美味しいビーフシチュー作れるんでね。しかもちょっとね、とろっとしていて、寒い日におすすめなんで、簡単に作れるんで、ぜひ作ってみてください。はい、こんなもんかな。バターが溶けて全体に広がったら OK。じゃあ盛り付けて食べちゃおう。はいよー、完成しました。ほんとね、市販のルーがなくても超簡単に作れるお手軽時短ビーフシチュー。トロットロで牛肉の美味しさが広がり温まるんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは、今日もぽいただきます。ごっつうまい。いや、これは温まるわ。マジで牛肉の美味しさが広がり、最高に美味しい。ほんとね、市販のルーを使わなくても、ケチャップとウスターソース、赤ワインがあれば簡単にビーフシチュー作れます。赤ワインもね、料理用に使うだけなんで、めっちゃくちゃ安いやつで全然 OK。そして今回はちょっと小増しな牛肉使いましたけど、もう普通のね、安い牛肉で全然美味しいんで、なんやったら切り落としとかでもむちゃくちゃ美味しくなります。そして今回のように塊のブロックを切り分けてコロッとした状態でね、ビーフシチュー作ることが多いと思うんですけど、それだとマジで柔らかくなるまでめちゃくちゃ時間かかりますし、中途半端に火入れちゃうと硬くて食べにくいなんてこともあるんで、今回のように薄切りのお肉を丸めて一口サイズにカットする。そして表面をね、さっと香ばしく焼き焦がして固めると、マジでホロホロっと崩れて、しっかり味もね、短時間で馴染んで、超柔らかくて食べやすいんで。このお肉の使い方ね、ぜひやってみてください。マジで柔らかいわ。ほんとね、塊のお肉、ビーフシチュー作るとね、ホロホロになるまで火を通そうと思ったらマジ時間かかるし、薄切り肉をね、こう丸めて固めるの超おすすめ。これはつまみにもなるな。はい、ということで、私の大好きなビールで乾杯。うまっ。いや、このビールめちゃくちゃフルーティーやから最高に合うわ。ビーフシチューうまいな。今回のポイントは、とろみがついてから弱火でじっくりね、焦がさないように混ぜながら火を通していってください。赤ワインもね、2カップ分使ってるんで、5分以上は煮込まないとね、アルコールが飛ばないので、途中で味見してね、アルコール飛んでるか確認してください。お肉の方は5分ぐらい火を通すと、初めに焼いてますし、薄切り肉をね、くるくるっと丸めて塊にしてるだけなんで、もうさっと火が通るんで、全然心配しなくて大丈夫。このアルコールがね、飛んでるか飛んでないかだけで全然美味しさ変わるんで、しっかりと飛ばすようにしてください。うまっ。初めにワインのアルコールを飛ばしといてもいいんですけど、それやとちょっとめんどくさいんでね、もう煮込みながら飛ばしてくれるだけで全然 OK。マジでうまいわ。ほんと最後、仕上げに加えたバター。これがね、めちゃくちゃコクと風味が加わって止まらんようになっとる。肉の美味しさも広がり、やばいっす。うますぎ。